はい、皆さんこんにちは。はい、というわけで今回もテーブルの制作動画になるんですが、もうご覧いただけるように目の前に今回使用する木を用意しています。で、まずこの木の紹介なんですけど、この木何の木だと思いますか皆さん。木目見てちょっとねどんな木だろうと思う方もいるんですが、この木ですね、クスノキです。今回はクスノキを使用したこちらですね、全長2メートル近くあるんですけどのリバーテーブルを作っていきたいと思います。で、いつもの動画同様ですね、これから、木目止め、そして、このレジン液を流すための型枠の、製剤組み立てですねを行った後に、いよいよ型枠に木をはめ込んで、レジン液を流していく。で、レジン液硬化後ですね、表面を仕上げて完成っていう流れになります。で、ちょっとですね、クスノキこういった感じで前回ですね、クスノキのテーブルをアップしたんですけど、クスノキ実は木目がこれぐらい濃くなります。で、今すごい白っぽくなってるんですけど、クスノキを塗装するとこういう風に木目が濃く出ます。なので個人的にはかなり好きです。イメージ的にはですね、今回こういう感じのテーブルを制作していこうかなと思っております。はい、じゃあそれではですね、早速木目止めから始めていって、制作に進めていきたいと思います。それでは最後までご視聴の方よろしくお願いいたします。ですね、枠をこのように設置が完了いたしました。ちょっとですね、枠の取り付けがあまりにも時間を要したので、その辺はちょっとカットしております。枠製作自体はいつもと変わりません。もう早速レジン液を流すもう一歩手前なんですけど、実際レジン液を、作って、でそれからいよいよ液を投入していきたいと思います。で、今回はですね、液体塗料、日清レジンさんの液体塗料を使ってブルーに、薄い透明のブルーに、仕上げていきたいと思います。じゃあそれでは早速液を作って流していきます。はい、じゃあそれでは、1回目硬化し終わったので、一旦このね押さえてる棒を取っていきたいと思います。でそれから、2回目のレジン液投入という感じで進めていきます。じゃあね、これをまず取っていきます。
これからですね、今日が3回目の、レジンを流すんですけど、あとですね、この厚みがそのトップまで来るまであと1.5センチとか2センチぐらいなんですけど、今日はまあギリギリまで流します。で最後トップコートっていう流れなんですけど、そんな感じで3回目やっていきます。今日はギリギリまで流して硬化したら、また今度裏面を研磨して、コーティングしていくっていう流れになります。では3回目いきます。はい、というわけで研磨の方が完了しました。今回は400番まで研磨して、でこれからですね、レジン液を流してトップコートを仕上げて、裏面のコーティングをしていきたいと思います。この状態だと粉まみれになるので、一度拭き取って、コーティングの方をやっていきますので、またレジン液を作っていきたいと思います。はい。